時間を2倍に変える習慣。毎日が自由になる科学的な方法。気づけば今日も時間が足りない。やりたいことがあるのに、やるべきことで一日が終わっていく。でも本当は、時間は足りている。ただ、奪われているだけなんだ。今から紹介する10の習慣は、科学的に証明された方法ばかり。誰でも今日から始められる。この小さな変化が、まるで時間が2倍に増えたような人生を生み出す。自由な時間は、自分で取り戻せる。朝の10分で一日を制す。何も決めずに始まった一日は、どこにもたどり着かない。やるべきことは山のようにあるのに、気づけば時間だけが過ぎていく。その原因は、行動ではなく判断にある。朝の時間は、脳が最も新鮮でクリアな状態にある。この瞬間に、一日の設計図を描くかどうかで、その日の密度が決まる。使うのは、たった10分。紙とペンでも、スマホのメモでも構わない。大切なのは、やるべきことを頭の中から目に見える形に移すことだ。人間の脳は、未整理な情報に囲まれるとストレスを感じる。逆に、やることが明確になると、集中力が自然と高まる。これを利用したのが、タイムブロッキングという手法だ。一日の予定を時間帯ごとにブロック分けし、それぞれにタスクを割り振る。午前中の高い集中力を使って重要な仕事を処理し、午後には軽めのタスクをこなす。この流れを作るだけで、脳のエネルギーを最適に使えるようになる。重要なのは、完璧なスケジュールを作ることではない。大雑把でいい。柔軟に修正してもいい。計画の目的は決断を減らすことだからだ。何をするかで迷わなければ、その分だけ前に進める。習慣化のコツは、朝のルーティンの一部に組み込むこと。顔を洗う。歯を磨く。その流れで予定を書く。脳は繰り返しに安心し、抵抗なく次の行動に移れるようになる。さらに、計画には感情の整理という効果もある。やることが見えているだけで、不安は大きく減る。一日を自分の意志で動かしているという感覚が、あなたの内側に自信を育てていく。何から始めればいいか、それも迷うなら、次の3つだけをまず書いてみるといい。今日の最優先タスク、今日やらないといけないこと、今日やらなくてもいいけど、できたら嬉しいこと、この3つを軸に据えるだけで、一日の流れが明確になる。そしてその明確さが、集中力を引き出し、行動に火をつける。10分の準備が、何時間もの迷いと中断を削る。一日が濃くなる。成果が見える。時間が戻ってくる。朝の10分は、単なる準備ではない。それは、自分の時間を取り戻すための、最も確実な第一歩なのだ。ゴールデンタイムを死せよ。人間の脳が、最も静かに、最も力強く働く時間帯がある。それが、朝起きてからの2から3時間。この時間は、集中力、判断力、創造性のすべてがピークに達する。神経科学では、この時間をゴールデンタイムと呼ぶ。だが、多くの人がこの貴重な時間を、スマホの画面で浪費している。通知に目を奪われ、SNS を眺め、メールに追われる。気づけば脳は受け身のモードに切り替わり、自分の意志で動く力を失っている。ここで必要なのは、能動的なスタートだ。朝一番に、その日最も重要なタスクに取り掛かる。考える時間も、準備の時間も不要にするために、前日の夜に用意しておく。資料をまとめ、必要なものを机に置き、タスクを明文化しておく。朝起きてすぐに、考えずに手を動かせるようにする。なぜそれほどまでに、朝が重要なのか。脳は睡眠によってリセットされ、朝は感情的なノイズが少ない。過去の後悔にも、未来の不安にもまだ引きずられていない状態。その静けさこそが、深い集中と創造の源になる。この時間に取り組むべきなのは、頭を使う仕事だ。分析、企画、戦略、創作、学習、繊細で価値のある思考ほど、朝に片付ける。午後や夜では、もはや同じクオリティを出せない。逆に、朝一番でスマホを触る習慣は最悪だ。脳は受信モードに入り、思考より反応が優先されるようになる。そのまま一日を他人の情報に支配されて終えることになる。ゴールデンタイムは、一度失うと取り戻せない。では、どう守るか。まず、起きた瞬間にスマホに触れない。アラーム以外はシャットアウトする。カーテンを開けて光を浴び、水を飲み、椅子に座って作業を始める。この一連の流れを、体に覚えさせる。さらに、朝食を抜かない。脳が使うエネルギーの多くは、ブドウ糖に依存している。軽くてもいい。卵やヨーグルト、バナナだけでも十分だ。栄養が補給されて初めて、集中力は持続する。大切なのは、朝に勝つことが一日に勝つことだ。という感覚を持つこと。朝を適当に扱う者に、自由な時間は訪れない。ゴールデンタイムは、誰の中にもある。だが、それを使いこなせる人間はほんのわずかだ。ほんの少しだけ早起きし、脳が最も自由で最も強い時間を、他人ではなく、自分のために使う。それだけで、時間の質は圧倒的に変わる。
この静かで力強い時間帯を自分のものにしてほしい。朝を制する者が人生を制する。それは決して比喩ではない。小さなタスクを即処理する。後でやるが積み重なって時間がないになる。ほんの数分で終わるはずのタスクが頭の片隅に居座り、気づかぬうちに集中力と行動力をじわじわと奪っていく。人間の脳は未完了の作業を忘れない。これは心理学でツアイガルニク効果と呼ばれる現象だ。やるべきことが終わっていないという感覚が無意識のうちに思考のリソースを使い続ける。つまり数分で終わる作業を先延ばしにすることで、その何倍もの時間と精神エネルギーを消耗しているのだ。メールの返信、使ったものの片付け、机の上の書類整理、読みかけのメモの処理、これらは見つけた瞬間に終わらせる。たったそれだけで脳の処理能力は驚くほど軽くなる。重要なのはスピードと思考の分離だ。考える前に動く。小さなタスクに対してはいちいち悩まない。見つけた瞬間反射的に片付ける。こうした即処理の習慣は積み上がるストレスを防ぐだけでなく、小さな達成感を何度も得られるという心理的効果もある。人間は終わったという感覚に快感を覚える。それが次の行動への原動力になる。しかも即処理には連鎖がある。一つのタスクを終わらせるともう一つにも手が伸びる。行動のスイッチが入ることで流れが生まれるのだ。まずは周囲を見渡してみよう。処理していないメモ、封筒、洗い物、ほこり、1分以内に片付くことを今すぐやる。これが即処理習慣の第一歩になる。そしてもう一つ大切なのは、忙しいから後回しにするという思考を疑うことだ。忙しいからこそ先に終わらせておくべきなのだ。実はタスクを先送りする人ほど何もしていない時間に頭の中で繰り返しそのタスクを思い出し、行動していないのに疲弊している。だからこそ時間を生む最短の方法は、小さなタスクを発見した瞬間に終わらせるという判断の簡略化。数分で終わることをその場で処理する。この当たり前のような習慣こそが一日全体の流れを大きく変えていく鍵になる。気づいたらすぐ動く。その単純な原則が未来のあなたに自由と余裕を与えてくれる。そして気づくだろう。本当にやりたいことにやっと時間が回り始めるという変化を。25分の奇跡を使いこなす。集中できないのは意志が弱いからじゃない。脳がそういう仕組みだからだ。だから無理に集中を保とうとするのではなく、集中が続く構造を先に作ればいい。そのために生まれたのがポモドーロテクニック。やることはシンプル。タイマーを25分にセットし、一つの作業に集中する。その後5分間の休憩を取る。これをワンセットとして繰り返すだけ。この仕組みが驚くほど効果的なのは、脳の集中力の持続時間に最適化されているからだ。人間の脳は無限に集中できるわけではない。25分という短い区切りが心理的な負担を大きく下げる。とりあえず25分だけと思えば気が乗らない作業にも手をつけやすくなる。しかも始めてしまえば集中状態に入りやすい。これは作業興奮と呼ばれる心理的な反応だ。さらにあと数分で終わりという明確なゴールが集中力を最後まで維持させてくれる。終わった後の休憩という報酬もやる気を持続させる。このテクニックはただ効率を上げるだけではない。頭が重い日、疲れている日、やる気が出ない日、そうしたコンディションの悪い日でもやってみようと思えるきっかけになる。そしてやる気がなくても手を動かせば脳はやがて集中状態に切り替わっていく。だからこのテクニックは先延ばし癖に対しても強力な効果を持つ。ただし一つだけ守るべきことがある。休憩の5分間はスマホを触らないこと。脳を休めるはずの時間が情報の海でうずもれてしまっては意味がない。その代わりにストレッチをする、水を飲む、少し歩く、窓の外を見る、何もしないで目を閉じる。それだけで脳はリセットされ、次の25分に備える準備が整う。実践方法は簡単だ。タスクをリストアップし、優先順位を決める。そして上から順番に一つずつポモドーロで取り組む。4セットを終えたら15から30分の長めの休憩を取る。これだけで一日が明確なリズムで動き始める。大切なのは完璧にやることではなく、始めること。集中できる日は4セットでもいいし、今日は1セットだけでも十分だ。25分という短さが行動への心理的ハードルを下げ、着手から集中、達成までの流れを自動化してくれる。これがポモドーロテクニックの進化だ。集中とは意志ではなく、構造によって生み出すもの。その構造を手に入れたとき、あなたの一日はまるで別のものになる。小さなタイマーが一日の密度を劇的に変える。それは時間の質を2倍に変える静かな革命だ。決断を減らしエネルギーを守る。あなたが朝何を着るかで迷っている間に、集中力は一つ分確実に消耗している。朝食のメニュー、通勤ルート、
連絡を返すかどうか。こうした小さな選択が積み重なることで、気づけば重要な判断を下す力が残っていない。心理学では、これを決断疲れと呼ぶ。脳が使える意志力や集中力には限りがあり、日常のどうでもいい選択にそのリソースを使ってしまうと、本当に大切な場面で判断を誤る。それを防ぐために必要なのが、選択の固定化だ。つまり、迷う場面をあらかじめ潰しておくこと。例えば、スティーブ・ジョブズは毎日同じ服を着た。マーク・ザッカーバーグも同じグレーの T シャツを着続けている。これは、こだわりでもスタイルでもない。余計な決断をしないための戦略だ。服、食事、行動の順番、毎日使うもの、繰り返すことほど、ルール化する。考えることを手放すことで、脳のリソースはより重要な判断と想像に使えるようになる。例えば、平日の朝食を固定する。靴下やネクタイの色を決めておく。通勤ルートも、いちいち選ばず、最短か最安に統一する。この小さなルールが、日々の意思決定を圧倒的に軽くする。決めることがない状態が、こんなにも心を楽にするという感覚に、一度気づいたら手放せなくなる。しかも、選択の負担を減らすことは、時間の節約だけでなく、自信の強化にもつながる。判断に迷う時間が減ることで、行動が加速し、やるべきことが明確だという感覚が自己効力感を育てていく。そして何より、選択の固定化には習慣化を加速させる力がある。決まった服を着て、決まった食事をとり、決まった流れで朝が始まる。この一貫性が、一日の土台を安定させ、精神的にも余裕のあるスタートを作る。まずは、一つだけでいい。朝の選択を一つ、自動化することから始めよう。それだけでも、脳の疲労は驚くほど軽減される。大切なのは、決断を減らすことは、行動を加速させることだと知ること。意志を使う場面を減らし、集中すべきタイミングで力を発揮する。その土台ができたとき、あなたの一日は静かに、しかし確実に変わっていく。捨てることで時間は生まれる。時間が足りないのではない。時間を奪っているものが、周囲に溢れているだけだ。散らかった部屋、不要な通知、使わないアプリ、関わり続けている人間関係。それらがあなたの集中力とエネルギーを密かに削っている。人間の脳は、視界に入る情報すべてを処理しようとする。だから、物が多い空間にいるだけで、判断力や集中力は静かに消耗していく。この現象は認知過負荷と呼ばれ、目に見える無駄が、目に見えない疲労を生んでいる。まずは、物理的な空間を見直す。使っていない服、読まない本、溜まった書類、飾りすぎた小物。これらは思考をなまらせ、探し物の時間を増やし、心に雑音を増やす。必要なのは、いつか使うかもではなく、今、使っているか。この視点を持って取捨選択を始めることだ。次に、デジタルの空間。放置されたアプリ。読みもしないメルマガ。なんとなくつながっているだけの SNS アカウント。これらも見えない時間泥棒だ。スマホの中は、あなたの時間を守るべき聖域であるべきだ。そして最後に、人間関係。あなたの時間と心を奪うだけの付き合いは、もう必要ない。すべてを切り捨てる必要はないが、誰とどれくらい関わるかは、自分で決めていい。エネルギーを与えてくれる人との時間を増やすために、消耗する関係からは静かに距離を取る勇気が必要だ。捨てるという行為は、喪失ではない。それは選択であり、空白を作るための意志だ。空白があって初めて、本当に必要なものが入ってくる。思考が整理され、行動が明確になり、集中が戻る。実際、断捨離を行った人々の多くが口を揃えている。部屋を片付けただけで、心まで軽くなったと。これは偶然ではなく、脳の情報処理量が減った結果だ。小さな一歩でいい。引き出し一つ、本棚一段、フォルダ一つ、連絡先一件。何かを手放すことで、何かを取り戻すという感覚を思い出してほしい。捨てることは、過去には彼を告げることではない。未来の自分に余白を与えることだ。その余白にこそ、本当にやりたかったこと、集中すべきこと、大切にしたい人との時間が戻ってくる。時間を増やすには、まず空間を整えること。あなたの周囲から無駄を手放したとき、本当に必要なものだけが、あなたを前に進めてくれる。スマホ通知を完全に黙らせろ。一度スマホを見たら、集中が戻るまでに平均23分かかる。これが、最新の研究で明らかになっている事実だ。つまり1時間に3回通知を確認すれば、その1時間はほぼ失われている。生産性を求めながら、自ら集中を壊しているのが今の生活だ。問題は、通知だけではない。通知が来るかもしれないという予測すらも、脳に負荷を与えている。何もなっていなくても、ポケットにあるスマホの存在だけで、集中力は分散され、脳の作業効率は下がっていく。だから必要なのは、見ない努力ではない。そもそも通知を消すという、環境の設計だ。スマホの設定から、SNS、ゲーム、
ニュースアプリの通知をすべてオフにする。本当に必要な連絡だけを最小限の手段で受け取れるように整える。それでも不安が残るなら、通知を確認する時間を決める。1日3回、朝、昼、夕のどこかでチェックする。それ以外は、スマホを別室に置くか、カバンの中にしまう。視界に入れないだけで、脳は静かになり、思考が深まる。スマホはツールであって、主導権を握らせるものではない。通知に反応するたびに、あなたは時間の支配権を手放している。自分の意思で行動するためには、外部の刺激を断ち切る必要がある。特に重要な作業に入る前には、スマホの電源を切るか、機内モードにする。それだけで、思考が整理され、時間の流れが緩やかに感じられるようになる。最初は不安になるだろう。誰かからの連絡を見逃すかもしれないという恐れ。だが実際には、緊急を要する連絡など、めったにない。数時間後でも問題のないことに、反射的に応答する必要はない。むしろ、常に何かに反応し続けている状態こそが、あなたを疲れさせ、じらせ、思考を浅くしている原因だ。通知を消すことは、外の世界と距離を取ることではない。自分の内側と深くつながるための選択だ。スマホに反応するのをやめ、自分で時間を選び、自分で思考を決める。その静かな生活の中でこそ、本当に大切なことに気づく余白が生まれる。通知を切った瞬間、時間はあなたの手に戻ってくる。それが、思考の質を変え、一日全体の密度を変えていく。運動は最も効率的な投資である。運動は時間の無駄だ。そう思っているなら、それは大きな誤解だ。むしろ、時間がない人ほど、運動を習慣にすべきだ。なぜなら、たった15分の運動が、集中力と生産性を倍増させるからである。神経科学の研究では、軽い有酸素運動を行うだけで、脳の血流が増加し、記憶力や判断力が向上することが確認されている。運動は、脳にとって最高の燃料なのだ。さらに運動は、脳内の BDNF と呼ばれる神経性調因子を増やす。これによって脳は柔軟になり、学習効率や情報処理スピードが上がる。つまり、体を動かすことで、頭の働きが鋭くなるという理にかなった仕組みだ。また、運動はストレスホルモンであるコルチゾールを下げる。これは感情の乱れや不安を鎮め、心の安定を保つ作用がある。静かな集中、穏やかな判断、ポジティブな行動、すべてのベースにあるのが、運動によって整った神経系だ。それだけではない。定期的な運動は、睡眠の質までも高める。深く眠れることで、翌日の集中力がさらに高まり、結果として、一日の密度が上がる。必要なのは、激しい運動ではない。15分のウォーキング、階段の上り下り、軽いストレッチで十分だ。重要なのは続けられること。そのリズムを日常に組み込むだけで、脳と身体は確実に変わり始める。通勤時間に1駅分だけ歩く。昼休みに外を一周する。朝起きたらその場で屈伸を数回する。どんな形でも構わない。最初の一歩を習慣にすることが肝心だ。運動による効果は、他のどの習慣よりも即効性がある。体が目覚めると、脳が目覚める。脳が目覚めると、行動が変わる。行動が変わると、時間の流れそのものが変わっていく。もし今、集中できない、気分が重い、作業がはかどらない、そう感じるなら、まず立ち上がって歩いてみてほしい。その5分が、残りの1時間を根本から変えることがある。運動とは、時間を削る行為ではない。時間を生み出す投資である。あなたが15分を差し出せば、その見返りは何倍にもなって帰ってくる。完璧を目指すな、を終わらせろ。完璧を追い求めるほど、やるべきことは終わらなくなる。完璧主義は、努力の証ではない。時間と集中力を蝕む、静かな罠だ。細部にこだわりすぎることで、全体の進行は鈍くなる。100点を取ろうと時間を費やすあまり、他の大切なことに手が回らなくなる。これは、理想を掲げた末の不完全な現実だ。心理学の研究でも、完璧主義は生産性を下げ、ストレスを高める傾向にある。特に非適応的完璧主義者と呼ばれるタイプは、基準が高すぎて常に達成感を得られず、疲弊していく。ここで必要なのは、発想の転換だ。最初から 80% でいいと決める。これは手を抜くことではない。最小の時間で最大の効果を狙う。戦略的思考だ。例えばプレゼン資料を作るとき、細かいレイアウトや色にこだわりすぎて、本来伝えるべきメッセージが曖昧になってしまっては本末転倒だ。逆に 80% で形にした後、フィードバックを得ながら修正すれば、結果的に質も高くなり、スピードも確保できる。重要なのは、まず終わらせること。完璧を目指して止まっているタスクは、誰にも価値を届けない。不完全でも形にして、次へ進む。その連続こそが、成長の速度を高め、結果として完成度を引き上げていく。この考え方は、時間の感覚そのものも変える。ここまでで十分と区切ることで、
作業に終わりが生まれ、気づけば余白のある一日を取り戻せるようになる。また、自分の中に完了基準を明確に持つことも重要だ。いつまでに、どの程度まで仕上げるかを、あらかじめ決める。そうすれば、必要以上に悩まず、迷わず、手を止めずに済む。完璧を目指すより、まず終わらせる。そして、必要があれば後で修正すればいい。その柔軟さこそが、時間を生かし、質を育てる唯一の方法だ。行動は、完成を待たない。だからこそ、今日やるべきことは、今日終わらせる。それが、時間を支配する人間の習慣だ。夜の5分が翌日を変える。時間を制する人は、一日の終わり方を知っている。なぜなら、翌日の効率は、前夜に決まっているからだ。多くの人は、朝から慌ただしく動き出す。何をするかを考えながら、メールを開き、通知を確認し、気づけば最初の1時間が反応だけで終わっている。これは時間を生きているのではなく、流されているだけの状態だ。その流れを断ち切る方法は、たった一つ。前日の夜に、翌日の指針を立てておくこと。寝る前の5分でいい。やるべきことを3つだけ書き出す。それだけで翌朝、脳は起きた瞬間から迷わず動き始める。人間の脳は、起床直後に最も集中力が高まる。このゴールデンタイムを、思考に使うのか、選択に使うのかで、一日の密度は大きく変わる。やるべきことを明確にするだけでなく、やらないことも決めておくと効果はさらに高まる。例えば朝は SNS を開かない。メール返信は10時以降にまとめて行う。といったルールを前夜に定めておく。こうした決断は、睡眠中に脳が無意識のうちに準備を進めてくれる。朝になれば、自分の意思で動き出す準備が、すでに整っているのだ。さらに、夜のルーティンにはもう一つ大切な役割がある。切り替えだ。仕事や作業で緊張した状態を、静かに緩める時間を設ける。軽いストレッチ、深呼吸、照明を落とす。本を1ページ読む。脳にここで終わるという合図を送り、質の高い睡眠へと導くことで、翌日の集中も自然と高まる。たった5分で何が変わるのかと思うかもしれない。しかし、その5分が、無駄な1時間を防ぐのだ。その5分が、迷いや焦りを消し、自分の時間を取り戻すことに直結する。一日は、朝ではなく夜から始まっている。その感覚を持つだけで、あなたの時間の流れは、静かに、しかし確実に変わっていく。時間は、思考の質で伸びていく。時間は、平等ではない。誰にでも同じ長さが与えられているようで、本当は、思考と行動の質によって、密度も速度も全く変わっていく。同じ1時間でも、何を考え、どう使ったかで、その価値は何倍にも変わる。ある人は、疲れと雑事に流されて終わり、ある人は、明確な意図と集中で結果を生み出す。その差を生むのは、能力ではない、習慣と構造である。時間を管理するというのは、時計を睨んで効率を追うことではない。限られた意志力と集中力を、自分が望む未来に向けて正しく使うという意思の選択だ。朝の10分、夜の5分、小さな運動、通知のオフ、完了主義、書き出し、休息、切り替え、どれも地味で、誰にでもできることばかりだ。しかし、それらが積み重なるとき、時間はもう、追われるものではなくなる。自分で運転席に座り、ハンドルを握り、1日を、1週間を、1年を、自分の意志で走らせることができるようになる。人生は、積み重ねでできている。そしてそのすべては、今日この瞬間の1時間から始まっている。やるか、やらないか、整えるか、流されるか。人生の密度は、その小さな決断の連続でしかない。時間を変えるとは、生き方を変えることだ。それは、大きな挑戦ではない。小さな習慣を積み上げ、自分の時間を取り戻す静かな革命である。今日の1時間が、あなたの人生を変える。その可能性は、今この瞬間にも、静かに息づいている。